これが好きだってやって追い続けてるやつってなんか 2,3 年後ぐらいに波が来る。もともと YouTube の広告収益がすごい割合として高かったんですけど、それが多分5分の1ぐらいになってて、比較的その比重をこの 2,3 年は高めてるかも。10年先でも読み返したいみたいな。こんにちは。 YouTube でガジェットや物について発信しているトバログです。今日はフリーランスの質問についてお答えしていきます。This is フリーランスサポート。違います。違いますか？これワイヤードじゃない。じゃないです。ワイヤードじゃない。これなんですか？昨年鳥羽さん本を出されましたよね。はい。なんか結構いろんなところでイベントを出てたり、参加したりしてたじゃないですか。それこそ海外とかでも。めっちゃ楽しかったっす。そこでいろいろ質問来たと思うんですけど、内容結構見るとそれこそ日本と台湾でいただく質問が近かったりもしていて、ということで今日はトバログの質問コーナーみたいな形で、ありがとうございます。一気にいろいろ回答してもらおうかなと思っています。了解です。いやめっちゃ楽しみ。トバログで質問コーナーみたいなのするの初めてで、いやなんか質問コーナーやりたいなと思って質問集めたりしてたんだけど、意外とそんなに来ないみたいな。そうなんですか？そう、意外とあんまりいいかみたいなで結構流れちゃってて、で今回なんかその質問が割とあるっていうところで嬉しいです。いやぜひぜひいろいろ答えてください。はい、了解です。ちなみに今回の質問コーナーナンバッチがいろいろと、お邪魔してます。やってくれたトバログ準レギュラー。そうですね。これだけ出演ありがとうございます。出演してます。ありがとうございます。じゃあそんな感じでやっていきますか。早速。動画の冒頭でいつも言っている「いや」という掛け声には何か由来があるのでしょうか？いやあれはね、今も「いや」とか言っちゃったけど、基本なんかでも話し始めん時のフィラーですねこれ。なんかでもあれらしいよ、東北の人とか、東北、一応なんか中学から東北で、結構東北なんだけどさ、東北の人って割と最初に「いやいや」みたいな入るらしくて、でも全然意識してなくて、ユーザーの人からさ「いやって何ですか?」みたいなのをよく質問もらって、これを聞きに来たみたいに言われるようになると言ってない時はもう一回取り直して「いや」を入れる。じゃあもう一応なんかこの質問を見て、鳥羽さんのチャンネルを振り返ってみたんですよ。そう最初はやっぱやってないんですけど、そうなんですよ。だんだんなんか嫌が強くなってってね。ちょっと音だけ聞きます？最初もやってない4年前。こんにちは、トバログです。今日はですね、ギャラクシー。本当だ。変だね。やっぱテンポが一泊置かないと。そうで、だんだん芽が出始める頃が、こんにちは、トバログです。いや久しぶりにね。早い。で1年前ぐらいから、12年前ぐらいから。今回はですね、今気持ちいい。これをやるとさ、スイッチ入る気がする。もうモチベーション上げるための。もうそうなんかスイッチみたいな。スイッチになるっていうゲームボーイのトゥリーンと一緒です。物欲が生まれる瞬間はどんな時ですか？物欲はもうこれはですね、基本的に脳で考えるより先に物欲が溢れ出てきます。皮膚の細胞からシュッつって多分脊椎反射で欲しいみたいになってて。それは昔からですか？昔からっすね。もうほんと一番最初なんかゲームボーイとかかな。ゲームボーイとかでなんとなく欲しいみたいなところから、これ見た瞬間パンみたいな、買うみたいな。もうその勢いのまま買うことの方が多いんですか？それともそこからちょっと時間を置いたり考えたりすることの方が多いんですか？でも半々ぐらいかな。価格帯とかその重要度による気がしてて、例えばなんかライカ M10 っていう自分のなんか4年ローンで買ったカメラだと、欲しいってなってから1年ぐらいやっぱどうやって買うかを考えて、最終的にローン48回払いで買うっていう選択肢になったんですけど、最近だとクリックスキーボードっていうやつのなんかスマートフォンが出たんですよ。なんか
コミュニケーターみたいな名前の、あれとかは画像見た瞬間もうサイトに行って気づいたらクレジットカード入力して完了してるみたいな今大学1年生なのですが、学生の頃欲しいものを買うときにどのようにお金をやりくりしていましたか？僕は大学の時部活やってたんでバイトができなかったんですよ基本、なのでお金はなんか月に2万円ぐらいだけ生活費でもらうやつがあって、でそれプラスやっぱおじいちゃんおばあちゃんに電話して毎月1万円5,000円とか1万円ぐらいずつ送ってもらってた。父方母方のおじいちゃんおばあちゃんにそれぞれ電話して、たまに親戚のおじちゃんに電話して、5万円ぐらいになるわけよ月5万円あったらさ、当時としては結構いいものが買えたから、あと食費をどれだけ削るかとかで、先輩とかはさ、なんかご飯の代わりにうまい棒だけ食べるみたいなそれで体壊してそうで、あとちょっとした寮に住んでたから白いご飯とか無料だったから、そう割とそういうのでなんとかで、1年生の時は無理だけど 3,4 年とかになるとさ、インターンなんか優勝インターンみたいなのがあるから、そういうのを掛け持ちして部活終わった後にそれぞれ8万円8万円のインターンをやってでそれでやったりとか。じゃ結構物以外はもう切り詰めてって感じだったんですか？そうですね、物以外はなんかあんまりガジェット以外は買ってないかも。もう根っからの買ってたのかな、買ってないと思う。服とかも別に。あとローンかな。やっぱ毎月5万円ずつの生活費とかから払っていくと、その貯めるっていうのが結構大変だから。何に使ってました？パソコン買うとか、ブログやるからパソコン買いたいとか、カメラ買いたいとか。本当に先取りの感覚なんですね。そうでも絶対そっちの方が良かったと思う。大学卒業してからパソコン買ったとかだとさ、やっぱ時間なくて結局ブログも書けなかっただろうし、そしたら今こうしてなんか動画作ってとかも多分やってないから。これ僕もちょっと気になったんですけど、発信するにあたって顔を出すと決めたのはいつですか？でも始めて 2,3 年経ってからかも、ブログを。最初はトバログっていうのは30代中盤の IT 系のサラリーマンがやってますっていう雰囲気一応なんか大学生がやってますとはプロフィールには書いてたんだけど、大学生がおすすめするガジェットより30代中盤のサラリーマンがおすすめする方が本当っぽいなっていう。なんかこう肩書きへの憧れみたいなのは、そこの説得力への憧れはありますよね。説得力的にやっぱ積極的にその時は顔出ししてなかったけど、2,30 万 PV とかある程度その数字が乗るようになってきて、もう承認欲求もあるからさちょっとずつ出るみたいな。ショート動画全盛の時代ですが、今後も長尺の動画を中心に制作を続けていきますか？それはですね、リソースの問題なんですよね。両方やりたいんだけどやれないリソース的に厳しいっていうのがあって、長尺をメインでやってます。意外と長尺とショートってさ、大変さそんな変わんないというか、ショート2本ぐらいで長尺1本ぐらいの自分の中の大変さなんだけど、やっぱ長尺の方が語れる自分のこととか、なんかルームツアーとかもさ、断片的じゃなく思想までちゃんと掘り起こした上で一本でまとまって、それが作品みたいな感じだからさ、結構自分的には気持ちがいい。でショートもショートで楽しくて、すごい短い時間にさ、なんかコンテキストな表現、声じゃないここはこう思ってるんだろうなみたいな詰め込むのもすごいやっぱ楽しいとは思ってて、両方できんなら両方やりたいけど結構疲れちゃうみたいな10周年を迎えてこれからの10年をどのように歩んでいきたいですか？目標や展望があれば教えてください。そうですね、これは結構難しいというか、なんかウェブ上の動きってめちゃくちゃ早いから、予測を立ててこうしていくぞみたいなのは結構難しいんですけど、どっちかっていうとアイデンティティとか考え方のベースな気はしてて、やっぱなんかこう10年先でも読み返したいみたいな、見返したいコンテンツとかは作っていきたいなっていう
10年前に書いたセール記事とか新製品情報をさ読み返していいなとかはないけどカバンの中身とかそう取材のやつだったりなんかそういうコンテンツって今見返してもやっぱ新しいというか面白いんで、なんか次の今の10年その先の10年を見据えてなんかこう積み重ねていくじゃないけど、でもまさに僕鳥羽さんが、今僕25歳ですけど、鳥羽さんが25歳の頃に書いてた記事とか、話とか結構見ておーみたいなこうちょっとなんかこういう風に考えてたんだとかでそっから数年後の鳥羽さんが今ここにいるわけで、それを見てこうなっていくんだみたいな、ここは変わってないなここは変わってるなとか、なんか個人単位でも面白いしコンテンツとしても面白いしみたいなのをなんかもう一個人としてこう見返すことも多いから、そこは確かにもう鳥羽さんのそういうところはすごい面白いですよね。ありがとうございます。で結構その今年とかもやっぱり取材系のコンテンツはもっとちゃんとしていきたいなっていうので、それこそ AI とかがさ出てきてやっぱなんだろう簡単なそういう記事とかはさみんな書けるじゃん、誰でも書けるっていうか AI がまとめてくれるけどなんか AI 越しに見ても意味ないコンテンツを作りたいルームツアーをさ AI で要約してもらっても本当に意味ないじゃん。面白くないですね。そう何にもなんないけど、実際見るから面白いからそういうコンテンツですかね。この質問を見て思ったのが鳥羽さんってそこまでの未来を結構想定して動くタイプなのか、それとも割とこう直近のことについてこうフォーカスするタイプなのか、なんかこう目先どのくらいまで見るんだろうっていうのが気になりました。でも直近はあんま気にしてなくて多分10年後ぐらいをずっとこう見てるみたいな感じかも。ブログ始めた時もでもそんな感じだったからずっとあんま変わんなくて、結構なんだろうなやっぱ手先のこととかその目の前のことってさ取捨選択めっちゃ多いじゃん、でそれだと自分の頭パンクしちゃうからなんかあんまりそこじゃなくてなんかその情報を取捨選択していくために10年後どうなってるかを考えながらじゃあこれは今違うかとかそういう感じかもしんない作り方としては。確かにブレは少なさそうです。ロールモデルにしている人はいますか？これはですねでも明確にこの人がロールモデルっていうのはあんまりないですかね。ないんですけどでもやっぱ個人ですごい活躍してる人とかは参考になる気がしてて、こんまりさんとかね前から多分言ってると思うんだけどこんまりさんとかがこうなんかジャンルは違えどなんかこうブランドとして立ち上がっていく感じとかは結構参考になるなとか、あんまビジネスマンとか経営者とかそういう方向ではなくて好きなことを軸としてやっていてそれが結果的になんかその人自体がジャンルになってるみたいな人とかはやっぱ全体的に参考になるかな。ハイロックさんとかはやっぱりいいなと思う。すごい所ジョージさんとか好きなことをひたすらやっててなんかその後から収入とかそういうのがついてくるみたいな人、あと糸井重里さんとかやっぱすごいなんか考え方とか参考になりますかね。なんかそういう人かな。どっちかっていうともうなんかこう世界観を真似するというよりはもうこう生き方、仕事の仕方みたいなところのロールモデルというか参考にする人が何人かいるみたいな。そうですね。なんか結構そこがブレるじゃん。なんていうかこう人生を歩んでいく中でさ収入必要だなとか思っていくとちょっとブレるんですよ。なんか利己的な方に若干転んでいく傾向にあって、なんか小賢い感じ、ちょっと賢いですみたいな感じになっちゃうからそこはなんか避けつつでもなんかちゃんと維持していきながらスケールしていくのってどうするんだろうとかで結構なんかそういう糸井さんとかハイロックさんとかこんまりさんとか。フリーランスになることに不安はありませんでしたか？めちゃくちゃありましたね。これはめちゃくちゃあってやっぱもともとフリーランスになろうと思ってなったわけじゃないみたいなところがあっ
あったんですよ。ずっと会社員ブロガーとしてやっていくイメージだったから、急にそれがいろいろあって方向転換してみたいなので、実際になるってなった時に周りで結構モノグラフの堀口くんとかがもうすでにフリーランスというか会社を立ち上げてやってたり、そのちょうどそういうちょっと上の世代がフリーになっていくタイミングだったから、いろんな人に実際どうなんすかみたいな聞きに行ったの。すごいいろんな人にもう考えてるんですけど怖くてみたいな。でもみんな言うのはやっぱ一回やってみればいいじゃんみたいなそんな難しくないよみたいなとかは結構みんな今思えばそれ生存バイアスです生存バイアスなので向き不向きあるとは思うんだけど、一回やってみればいいじゃんが結構すごいなりましたね。当時はやっぱさ、なんかフリーランスになるって一個もうレールから外れてバーンみたいな、一人に孤立するっていうイメージだったから、なんかそこまで深く考えてたけど、今思うとなんかその波にちょっと隣のエスカレーターに移るだけみたいな、また戻ってこれるしみたいな。入ってみたらフリーランスになってみたら、まあみたいなことになったかもしれないけど、そのなる踏ん切りをつける上でなんかこう安心材料になった点とか、あとはもう行こうってきっかけになったポイントとかで大きかったものって覚えてますか？一個はやっぱ収入面がすごい大きくて、ブログをずっともう継続してやってたんで、その会社員の給料20万円ぐらい、手取り20万円ぐらいがそのブログが超え続けてたんですよね。ガジェット買えるじゃんみたいな感じなんだけどそれでそっちの給料だけでも別に生きていける、給料っていうかブログの収益だけでも生きていけるなっていう見通しがある程度立った時に、結構ブログの方で大きい仕事が割と入ってきたっていうのがあって、コンテンツ制作のそれが一つやっぱ安心材料としてあって、もう一つは年齢的なところで、割と20代その時25だったんですけど、2年やってダメでも27だからまた再就職全然できるかみたいな、30までとかよく言うじゃないですか。だからそれまでにダメでもまたやればいいかなっていうのが一つ、今やっとくのが一番楽かなみたいな結婚もしてないしみたいな、子供もいない、結婚もしてないしみたいなタイミングだったんで、その時に考えてたのが、25歳でフリーになってブロガーとしてやっていれば、27歳28歳ぐらいになった時に同年代の人がマネージャークラスになってる想定で、そのぐらいになるとやっぱ仕事の裁量も大きいから、外から誰かお願いするってなったら同年代の鳥羽くんにお願いしようってなるだろうっていう割とこう知り合いとか周りの人がいるというなんとなくの安心感みたいな。なんかその同世代である程度目立っていることができれば、なんかそこからもう知り合いじゃなくても仕事は来るんじゃないかっていう、その2年間でめちゃくちゃ頑張ってればね、伸びてれば。でも30歳ぐらいになるとさ、そういう人たちってやっぱ才能がある人からこう突出していくわけじゃないですか。だからそこだと埋もれるなと思って、ちょっと早めに進化しといたスピアみたいな今このフリーランスとしての今、不安になることはありますか？不安になることはですね、でもやっぱり今の仕事的にはさ、結構アルゴリズムベースなところはまだまだあるから、いきなり YouTube がなくなりましたみたいな、なると困る切実ですね。プラットフォームそんなに死ぬほどではないかもしれないけど、なんか結構このままやっていくとかになると大変かなみたいな。それこそ今だとさ、やっぱ AI で仕事がなくなるとか割とある人もいるじゃん結構、そういうことも別に対岸の火事ではないというか。 YouTube が今バンされたらどうするんですか、鳥羽さんは。どうしよう。バンされたらとりあえず NISA を解約して生活資金を一旦生活資金を引き出しておいて、まず東京じゃなくて地元に帰ります家賃をすごい下げる、生活コストをバンって下げて、でそっからどうするかを考えるかな一回。
じゃあ今不安なことに対してこう、めちゃくちゃリスクを考えているというよりは、まあその時はその時になんとかなるだろうみたいな感覚の強い。基盤を下げて、ガジェット大量にあるんで最悪使ってないやつを売却するとかでもスキル的にはまだまだ全然なんかやっていけるというか、なんか汎用性があると思うんですよ。ブログもそうだし YouTube もそうだし、なんかこのコンテンツを作るっていうジャンルって結構汎用性がもうプラットフォームに問わずあると思ってて、なんかそれを活かせるとか、なんかそういう会社があれば一緒にそこまでこう自分のスキルを汎用的にできるかできないかって結構多分差があるというか難しい人も多い気がするんですよね。なんかそこ鳥羽さんは割となんかできるだろうなっていう思ってるのは、なんか過去の経験とか自分のなんか力の自信とかっていうのはどこかにあるんですか？いやなんかそれで言うとあんまりそのアルゴリズムとか小手先に対しての最適化はそこまで考えてなくて、さっき言ったみたいになんか10年先ぐらいの像が軸としてあるから、この間ウェグナー店行ってきましたけどなんかああいうなんだろうな、なんかそういう全然関係ないような長く愛されるブランドとかのこととかを調べたり研究しながら、こういうことなんだなみたいなの吸収したりしてるんで、そこから汎用性は生まれるんじゃないかなとは思って。フリーランスになってからどのようにして安定した収入を維持していますか？そもそも維持しようという感覚はありますか？一応ありますけど、でも運でしかないというか、結構運が絡んでくるところなんじゃないかなっていうのはあって、でも一個やっぱ大きな分岐点としては子供が生まれたっていうのが結構大きくて、自分の中では。その前はなんか今より比較的安い金額で仕事を受けて、それを結構量をこなすみたいな感じだったけど、子供が生まれるとやっぱりリソース的難しくて、仕事の量を半分にして1個あたりの費用を倍にしようっていう方向にちょっと働いて、だからもう何でもかんでも受けるっていうよりかは本当に受けたいやつだけをこの金額で提案して、通んなかったらもうそれはもうダメというか、もう縁がなかったみたいな感じで、でも本当に依頼をしたいと思って依頼してくれるところは次のタイミングでなんか予算を取ってきてさ、この予算通りましたって言って依頼してくれたりもしたりして、安売りしないじゃないけど、自分の中で無理のない金額設定としっかりコミットできるぐらいのバランスをとってやるようにしてたら、なんか満足度も高くなるんじゃないかなみたいな。だから実際そうしてからやっぱ PR 動画もなんていうんだろうな、ちゃんと視聴してくれるし、なんか高評価率もすごい高い気がする。それで実質維持してるけど、でもその声がかかんなくなったら、収入は下がると思うんで、運ゲーみたいなところはあるかな。でもそこも先ほど話にあったような不安は特に今から考えているというわけでもないってことですね。そうですね。でもこうなりそうだなみたいなのは結構やっぱ見据えるというか、今のところだとやっぱもともと YouTube の広告収益がすごい割合として高かったんですけど、それが多分5分の1ぐらいになってて、 YouTube 始めた時からやっぱ本数もそんなに多くないし、なんかすごい人気のあるコンテンツばっかアップしてるわけじゃないから、そこの収入はすごい下がってるんですよ。でも代わりに本とかあと商品開発とか、なんかそこでこう違う方向でまた収入が維持できたりとかで、それプラスタイアップで依頼いただいて楽しく仕事してみたいな、バランス的にはすごい今のところいいなと。もうなんか多分じゃあ鳥羽さんは自然にもう好奇心みたいなところから幅広げてるから、結果的にそれが維持につながってるみたいなのはそうですね、あるかもしれないですね。そうかも
商品を開発しようと思ったきっかけは何でしたか、またどのような基準や考え方で作る商品を選んでいますか？はい、これはですね、ドリップがモノグラフと平岡さん iPad の平岡さんが2人で会社やってるじゃないですか。そこでまず物を作るみたいな流れがあって、なんか作りたいものあるって聞かれたのがやっぱ一番最初のきっかけで、プレッソっていう財布が多分一番最初なんですけど、なんかさ、自分が欲しいものがちょうどなかったのよ、財布で。こういうのがなんか名刺入れとかあったんだけど、その L 字ファスナーでめちゃくちゃちっちゃいみたいなのってその時あんまりなくて、で買いたいなと思って探しててなくて、じゃあ自分で作るかで、そういうきっかけもあったし、これ作りたいですってなって、で作って、そしたらすごいやっぱ楽しくて、楽しいし愛着も湧くみたいな。なんかこう普段物理のものじゃないとはいえ、動画とか記事とかっていうものづくりではあるじゃないですか、そことの違いは何かあったんですか、感覚的に？結構でも全然違うと思う。なんか物理のものと、そのウェブ上のものって、なんかドラクエを今やってるんですけどドラクエ3をリメイクやってるんですけど、物を作るとかってなるとなんか自分の装備を買い揃えていく感覚に近いかも。でなんか動画とかそういうやつってどっちかっていうと経験値を稼ぐみたいな、経験値をアップしていくみたいな気持ちの違いがあって、だからこっちのものづくりは本当に自分の好きなものを身の回りに囲まれたいみたいな感覚が強いかも。結構別々の感覚なんですよ。そのどっちかにしていきたいとかでもなく。でもないですかね。両方ないとやっぱ魔王倒せないんで。なるほど、わかりやすい。魔王倒しちなみにどのような基準や考え方で作る商品を選んでいますかっていうのは？それで言うとやっぱ欲しいのに探しても見つからないやつはやっぱ作りたい。でも作れるなら作りたいみたいな。この間ルームツアーでハイロックさんのルームツアーしてきて、でそこでもやっぱハイロックさんもないものは作る、あるものは買うみたいな話してて、でも本当にでも同じ感覚で、なかったら作れるなら作ろうかなみたいな。今後紙の本や文章を中心とした出版物を制作する予定はありますか？やりたいっすね。やっぱめちゃくちゃやっぱ楽しかったっすね。大変だったけど執筆えぐーと思って、人生一番辛いんじゃないかぐらいの大変さだったっすけど、やっぱもう手元にあるってすごいいいよ。だってここにある本とかこの辺とか20年前の本とか結構あるけどさ、20年前のなんかホームページとかブログとかをブックマークしててもあんまり読み返さないみたいな。確かに。でもここの本だったらすぐこれ読めますからね、こういう感じで。この時まだこの iPod とか押してたんだなとか。本当に割とさっきのものを作るのとこういうコンテンツを作るののちょうど合いの子ぐらいの、そうなんですよ。感覚があるめっちゃいいことを言いますね。ありがとうございます。本当におすすめです。楽しい。人生で一番失敗したことは何ですか？なんか失敗は成功だからな。なんだろうな。失敗したこと失敗したことね。例えばなんかこの時もうちょい別の選択肢あったかもなとか、今になったら学びかもしれないけど。それで言うとなんだろうな。なんかもう一社ぐらい会社員やっといてもよかったかなみたいなとかちょっとあったりはします。失敗ではないけど、なんか結構さ、もう25歳ぐらいからずっとフリーで今この生活してるわけで、だけどもうちょっとなんかちゃんとプロジェクトにがっつり関わって成功まで、なんかどっちかっていうとさ、25歳ぐらいまでヘルパーみたいな、なんかアシスタントみたいな立ち位置だから、なんか自分がリーダーでこうチームで引っ張っていくとかはあんまりなかったから、なるほど。こっからなんか自分でやろうとしていくとやり方もあんまり分かんないし、ちょっとねやれないことはないけど多分結構大変そうだなっていうので、なんか
そこがねあるんで、まあ好きなことが多いです。はい。その中から仕事にしたいと思うのですが、どうやって絞ったらいいですか？いやこれはですね、僕の場合はブログやってたからもう絞らない。確かに絞らない。絞ってないかも。鳥羽さんはコンテンツ制作においてはやっぱ絞るのは結構リスキーだし、楽しくなくなっちゃうところはあるかなと思ってて、まあ本当に人それぞれだと思うんですけど、やっぱバーンって全部やってみて一番合いそうなものとか、一番自分に合ってるな、辛くないなみたいなところと、あとやっぱこれ人から評価されるなっていうところを攻めていくのがいいんじゃないかなとは。やっぱ好きなものってちょっと早いんですよね、人より。なんか先見の明じゃないけど、これが好きだってやって追い続けてるやつってなんか 2,3 年後ぐらいに波が来る感じがあるから、でもそれって好きだから終えてるわけじゃん結構。なんかゲームボーイとかさ、ゲームボーイとかうわ好きだとか言って結構小学生ぐらいからこう集めてたんだけど、はい、しばらくしてこう波が来るというかあれは完全予想してましたね、ゲームボーイは。なんでかっていうと、ファミコンがさ40代ぐらいの人が小学生に遊んだゲームがファミコンだって、ファミコンがバンって来た時代があって、ミニファミコンみたいなのが出た時代があって、じゃあこれ自分が30歳ぐらいの時にはゲームボーイが一気に来るんじゃないかみたいなのがすごいあって、新品のゲームボーイ100円で買ったりしてたガジェット系と、言われることは多分多いと思うんですけど、ただやってることとか興味の方向はかなりガジェットに限ってないじゃないですか。なんとなくそれをなんかこう白い人みたいな別の切り口でこうまとめている感覚がすごいあってそこはもう感覚的なものなんですか、鳥羽さんにとっては。なんかこうちょっと仕組むじゃないけど、意図して何か作っていたこととかはあったんですか？いやまあそんなにないですかね。もう高校生ぐらいの時からガジェットとかゲームは白で揃えようと思って白で揃えてて、たまたま紹介するものが白いものばっかりになったんで、なんか白いの好きだよねって言われて、そこでちょっと気づくというか、あそっか、Y 賞白いものが好きだったY 賞みたいなまあそんな感じで結構、でも自分的にはやっぱさ、白いものとか見ると綺麗だな、かっこいいなとか思うから、なんかすごい自然だし。好きなことを仕事にしてきたものの、飽きやすかったり興味が分散してしまい収入につなげるのが難しいと感じることがあります。AI の進化も早く5年後には仕事がなくなるのではと不安になることもありますが、トバログさん同じような不安を感じることはありますか？まあでもそれはやっぱあるというか、人生ってあんまやったことないですけどサーフィンなんですよ。あんまやったことないけど2回しかやったことない人生は結構サーフィンだな。やったことある人の例えですけどね人生はサーフィンなんだよいやこれはなんかでもなんかさ、例えば好きなこと仕事にする時っていい波があるポイントを沖から見て、ここいいなと思って行くわけじゃん。って言って、しばらく待ってると波のポイントがちょっとずつずれてく。自分がいる場所からずれてくし、自分が流れてっちゃう場合もあって、いい波が来てる部分が全然違うところにあるみたいで、そこに対してこう泳いでいってまた波を掴んでいくっていう作業なんですけど、でも実際のさ、なんかそういうのって目に見えないじゃん。自分が好きなジャンルで仕事にしてるとかってなんかあんまりこう目に見えない、いつの間にかずれてるみたいな感覚とかがあって、で結構それもトバログも割と感じて いたりするんですよね。で時々気づく、俺は何やってんだみたいなあるんだけど、周りにあんまり人がいなくなってる10本中圧倒的10位じゃねえかみたいなのがあるんだけど、でもそこでやっぱなんだろうな、じゃあちょっとずれてんのかもで、なんか割と寄せに行ったりとかあるかも。表現のスタイルとかなんかテンポとか。その寄せに行くための動きは、なんか苦痛だったり嫌だったりはしないんですか？いやなんかね、嫌な時もあれば嫌じゃない時もあって、なんか自分で気づいた時は嫌じゃない、ずれてんだみたいな。でも周りからこう流れてってる時は
俗っぽいことしやがってみたいなちょっとそういう気持ちあったりするんだけど、なんか自分でこれこのままだとあんま良くないかもなみたいなので、じゃあそのなんか好きなものを維持しつつある程度見られるとか、なんかそういう興味持ってもらえるためにはどういう方向でなんか発信のスタイル変えたらいいかなみたいな。なるほど。同じ変化でも自分でハンドリングしてるかどうかでだいぶなんかこう充実感とか変わってくるってことなんですね。そうなんですよ。例えばトバログだとやっぱトバログ自体を見てほしいからさ、なんかちょっと Vlog スタイルにして、はいはい、Vlog の中で好きなガジェットをちょっと紹介するとか一回やったんだけど、そもそも Vlog っていうジャンルが見られないから、はいはい、いやみたいな感じだったんだけど逆にこのレビューの中で Vlog をやるみたいな。このガジェットレビューしますでレビューはしてるんだけど途中からちょっと Vlog っぽくカフェで使ってますみたいな、そういうちょっと同じことやってるんだけど発信の仕方変えるだけでなんかレビューなのにリアルっぽさがあるとかになったりしたから、そういうなんか気づきがあって実際にやってみると良かったなとかあります。AI の脅威をどう感じていますか？なんか具体的なの良ければ欲しいですね。AI はどっちかっていうと活用は結構してるタイプだと思ってて、こうやってここにね字幕とか出てるんですけど、あれとかも、文字起こしツール自作して、で各国語に翻訳するのとかも、ね、AI を使ったり、目次とかも AI だったりで、クリエイティブの芯の部分は自分で作るけど、そういうなんか自分じゃなくてもいいやつは結構 AI を使ったりしてて、そもそもその自分が一時情報となるコンテンツは結構大事にしてるところで、カバンの中身とかルームツアーみたいになんかそんなにその商品紹介とかだけ絞ってやってるわけじゃないんですよ。結構いろいろなんかスタイルを貫くみたいな方を大事にしていて、そういう意味で言うとあんまり AI とかは関係がないというか、 AI とかが出てきてコンテンツを席巻していく中でやっぱりその一時情報とか取材コンテンツとかどっちかっていうとインディーズっぽいようなサブカルチャーとかそっち系に寄ったコンテンツじゃないといけないなっていうのはすごい感じるんで、結構比較的その比重をこの 2,3 年は高めてるかもしれない。創作を続ける上でどのようにモチベーションを保っていますか？やめたいと思ったことはありますか？いやこれはないかな。なんか発信をやめたいとかはなくて、もうなんかこれ以外ないというか、もうなんか人生みたいなもんなんであんまりないなっていうのもあるし、モチベーションはやっぱその時によって全然もう結構変わるんですけど、自分の場合は物を買うとか本屋に行く、家電量販店を1階から6階まで見るとかそれでなんか意外と復活する傾向にあります。本屋さんとか特に始めたてで、しかも始めて 2,3 週間経ってから3,4 ヶ月ぐらいでこうガッと上手くなるまでの期間が僕は一番なんか心折れると思ってて、特に YouTube で言えば、そうなんか作りたいもの作ってるはずなのに、なんかこう見られない、うまくいかないみたいなのが続く 1,2 ヶ月があるよね。一番しんどいみたいな、こんな別にコンテンツとか発信に限らず全て多分あると思うんですけど、そこを鳥羽さんはどう乗り越えたんですか？そこはマジででも人気コンテンツクリエイターになってる未来しか見なかったいやマジで、でも本当にもう始めるってタイミングでなんか1年で10万 PV は絶対超えるみたいな。でもそのためにはやっぱまずコンテンツ作んなきゃいけないから、まず100本みたいなのを決めてたんですよ。どんぐらいで100本つったかな。なんか2ヶ月だか3ヶ月で100本みたいに決めてて、1日1本はアップするみたいな。だからそこはなんか自然とそれで乗り越えてて、まず100本みたいなのは1個頭に置いとくと自然と100本を2週間で作ることなんてほぼ不可能だから自然と超えられて、で100本作ったタイミングで何かしらはもう見られてる。多分この今までの動画全部再生数2回とか3回とか0回なんだけど、この動画だけ
2、30回見られてるとかがなんか生まれるタイミングがあったりすると思ってて、なんかそこがちょっとモチベになるみたいな。100本作るは自分のモチベーションじゃないですか、でも何万 PV いくは他の人からの評価じゃないですか、これはどっちも持ってたんですか？どっちも持ってたかなんかトップダウンとボトムアップ両方目標は多分あって、大学4年の時点だったんですけど、一応なんか両方多分あって、ブロガーとして月間30万 PV とかあったらかっこいいよねみたいな、一人前っぽいよねみたいなところがやっぱあって、でそれ以上いくとやっぱすごい人気者みたいなイメージがあって、モノグラフはその時すでに100万 PV を欲してたんですけど、いやかっこいいな、同じ大学生なのにあそこまで行ってるやつがいるみたいな。で1個あって、でもやっぱ10万 PV を超すと、チャンネル登録者10万人とかに近い感覚だと思うんですけど、あそこに行くとなんか1個こうやってるやってる感、ちょっと一目置かれるじゃないけど、そこはやっぱ10万 PV あるすげえって自分の中でやっぱあったから、そこに憧れはあった。やっぱり行きたいみたいな。でもうそこになんか大前提として100本作りたいみたいな、100本作れって言われてたから、本とかでその当時はなんか最低100本みたいな、100本作るまではもう何にもなんないから100本作れっていうのがあらゆる人たちが言ってて、本読んでても全部それで、だから100本作るもんなんだで始めた感じ。自分のモチベーションだけじゃなくて、もうやるんだなみたいなのを他のとこからも影響はちゃんと受けた上で続けられたみたいなところあるんですね。そうですね、部活と一緒っすね。全国大会行きたいで行きたいけど、直近だと自分は鉄棒でこの技がやりたいからそれを練習するみたいな、その感じ。でもその鉄棒やるのも楽しいから、そうできたみたいな。だから結構軸とモチベーションとしては全然方向性は違うかも。独立したクリエイターとして複数の役割を担う上で、その仕事と生活、そして家族との時間をどのようにバランスをとっていますか？これはですね、取れてない気はするやっぱね難しいですね。結構クリエイターって時間単位での仕事じゃないからさ、なんか思いついて作るまでみたいなのが一つのセットだったりするから、やっぱそれがめっちゃ忙しい時は子供と遊ぶとかもできなかったりするし、でも土日が休みなんですよ、保育園が。だから結構その間で公園に一緒に行くとか、トランポリン最近一緒に行ってるんですけど、そういう時間はできるだけ取るようにはしてて、あと保育園の送り迎え今やってるんで、保育園の送り迎えとか基本でも本当に活動する時間としては9時半から5時4時半とかかな、9時半4時半ぐらいでやりながらそこでご飯も食べて、であと夜10時ぐらいから1時ぐらいまでやったりとか、結構もう隙間時間で創作活動、今まで1日で動画を作ってたんだけど、それがもう物理的に難しいんで3日に分けてちょっとずつやるっていうスタイルになってます。結構じゃあもうそこに合わせて柔軟に変えたり、働き方とか過ごし方は変えてるんですね。そうですね、基本家族が結構優先度高い感じかも。留学や海外生活についてお聞きしたいです。いつか海外で暮らしてみたいのですが、仕事もあるし英語も話せずなかなか目処が立ちません。今新卒2年目ですが、学生時代に留学に行かなかったことをめっちゃ後悔しています。若いうちに海外で暮らしてよかったことをお伺いしたいですと。はい、これは多分イベントの時にも、話させてもらったんですけど、いつやるの今でしょみたいなぐらいの結構もう本当に一番行きやすい時だと思ってて、ワーキングホリデービザっていう素晴らしいビザがあって、その31歳までだったから31歳の誕生日まで取れるんですけど、本当になんか2年間ビザが下りて働ける、住める、海外に住めるっていうね制度があるので、結構それが1個利用できてたら最強だと思うんですよ。でそこまでにある程度お金があって、
で何にも縛られないのってやっぱ社会人になってからの2年目ぐらいからだと思うから、大学生の時みたいにすごいタイトにもうお金もすごい切り詰めてやるわけでもないし、ある程度こう、仕事辞めちゃえば自由じゃんもう休職するとか辞めるとかそういう選択肢が、取れる中で言うとすごい自由な時期だと思うんですよね。まだ多分新卒2年目とかでそれ考えてたら結婚とかも多分してないだろうし、子供もできる前っていうので言うとすごい自由でお金もあるので、一番生き時だとは思います。そうですね。質問の方新卒2年目なので、まさにかもしれないですね。行きたいと思うんだったら絶対行った方がいいし、なんか行けなかったことを今後数十年なんか行きたかったんだよなって思うのはちょっともったいない気がするんで。鳥羽さんなりの若いうちにその海外にいろいろ行ってよかったメリットってどんなところがありました？旅行で大学時代からちょいちょい行ってて、20代半ばぐらいまでちょいちょい行ってて、で半年ぐらいオーストラリアでちょっと過ごしたぐらいなんで、あんまり留学とかもないしそんなに長く住んだとかはないんですけど、やっぱコンテンツを作る上で言うとめちゃくちゃ参考になっているところはあったりして、なんかこういうさ置き方とかものとかベースで見ても日本って結構やっぱガラパゴス化というか結構特殊なんですよね。で海外に出てみて初めて日本ってすごいんだなとか特殊だったんだなとか思うこともあるし、日本ですごい神格化されてるものが向こうだと普通みたいなもうマリメッコとか無印良品みたいな感じでみんなボロボロになるまでフィンランドとか使ってたりとか、台湾とかもすごい勢いがあるしとか、そのカルチャーをなんか自分の中で一個しか今まで判断基準価値基準がなかったものが視点が増えていくところがすごいいいなと思ってて。世界的にだから見たら日本のことをすごく悪く言ってるけど実は意外と良かったとかあるんですよね。結構制度とか税金とかそういう面でもコンテンツを作るっていうところでもなんか向こうで取り入れたこととかがすごい出てくるっていうのがやっぱいいなと。結構でも見ててもそういう人多い気はしてる。藤原宏さんとかもアメリカに行って、アメリカじゃないかイギリスとかかな、最初すごい服が好きなブランドとかがあってそういうところに行ってみたいと思ってカルチャーに浸って、でそこからアメリカに行ってとかでそれで戻ってきて、そこからなんか原宿のカルチャーってスタートしてると思うんですけど、僕の記憶が定かであればだからもう輸入スタイル、そのカルチャーごと輸入していくスタイルでなんか一つね、なんかブームみたいなのを作ったりとかされてる人も松浦弥太郎さんとかもなんかそんな感じじゃん。そうですね。だから結構そこってすごい重要だなとは思ってて、そういう意味でやっぱ海外大事ですね。ありがとうございます。一般的な幸せな人生にずっととらわれている感覚があります。はい。他人からの評価や普遍的な価値観から離れてなお自分自身を肯定するためのアドバイスをいただけたら嬉しいです。これはでもなんか難しいですけど、僕も歩めるもんなら歩みたかったなっていう気はしますよね。やっぱ一般的ななんかちょっと性格というか、そういう自分的にやっぱなりたくてもなれないところであるんで、なんか羨ましいなとかあるんですけど自分を肯定するとしたら自己肯定感を高めることをたくさんするとかかな。なんか小さい成功体験積み重ねるとか。確かにブログ YouTube はそういうのが見やすい環境ではありますよね。そうなんですよ。だから野球の時に素振り1000回とかってさ、そういうことでこんだけやったから絶対打てるはずの自信をつけるためのものだと思ってて、なんかその選んだところがやっぱり最高だっていうところが一個ゴールとしてあるとは思ってて、そのゴールに対してなんか理由付けというか納得させていく材料を増やしていくことがやっぱいいですよね。それで言うとあれじゃない？やっぱその違うと思ってるけど
その自分が好きなことをしてる人たちの中に飛び込むのも一個やっぱ大事というか。いやそうですね、僕もそのなんか感覚はすごい強いし、それでなんか自分が変わってきた感覚も、でもなんかこれ戻っちゃいますけど、それをやるには自分もなんかやってることが大事だったり。そうなんですよねある程度ねなんかちゃんとやってないとやりたいですだけじゃなくて、こんなことやってますっていうなんか名刺を持った上で行くみたいな、それで言うとモノグラフとかに初めて会ったのも一旦ブログで月間20万 PV にしてから会った。始めたてであっても意味ないからあんまり視野が結構狭い始めたての時って、で一回始めてある程度数字が伸びてきた段階だとやっぱ言ってることほぼ全てが分かるから、よかったなと。自分でまずやって、で近い人たちの中に入っていくとまたよりこう自分のことを肯定できるようになってくるみたいなのは、それが全てになると、いやあいつは同じコミュニティで俺より数字が低いのになんか好かれてやがるみたいなとかさなんかそういうちょっとしたさ変ないざこざがあるから、自分は結構一個離れてる感は。ドリップとかは別にそういうのないんだけどさ、そういうなんかガジェットが好きなコミュニティとかさ、このカメラのメーカーが好きなコミュニティとかあんまり常連感出さないように常連ですみたいな感じにはならないようにはしてるけど、まあそれも結構経験によるものは大きそうですね。好きを仕事にしたいのですが、お金の面や今の仕事を考えるとなかなか勇気が持てません。勇気を持てる一言をいただけたら嬉しいです。やれーやれーこれでいい。いやマジででもやる以外の選択肢が多分なくて、明日死ぬとして後悔するならやった方がいいし、で別になんか二択じゃないからさ、続けながらもできるし、でやった方がいいとは思ってて、でそういうのって10回に1回は10回に9回は多分ね失敗するというか芽が出ないと思うんですけど、なんかいろいろやってたらさ芽が出るタイミングとかもあると思うんで、結構打席というか打席に立つって言ったら普通すぎるけど AI に出すプロンプトを何回も書き換えていいものにしていく感覚で、その時間がね限られるところはあると思うんですけど、ちょっとやってみる方がやっぱやる以外でできるようになることはないです。もう一回やれお願いします。やれー弱いめんどくさいんだけどね本当に自分もやりたいなと思ってやれてないことめちゃくちゃたくさんあるから、本当これ自分に言ってるっていうことも込めてやれー。大学の時は機械体操部の先生の真似です。やれいいからやるんだよ怖い。鉄棒に当たってさバチーンとか痛えとかなるじゃん、怪我して救急車とか運ばれたり、自分はないんだけど、そういう世界機械体操ってそういうのは結構あるからさ、バチーンみたいな、骨折みたいなやるしかないんですよできるようになるにははい、ということで質問は以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。質問してくださった皆さんありがとうございます。なんかあんまりさこういう自分の体系化して話すとかがないからさ、こういうことに対してなんかすごい新鮮だった。自分の中でもこう思ってるんだなっていうのが結構ねちゃんと分かって楽しかったです。喋りながら分かることって結構多いですよ。いやめっちゃ良かったなこれ。ありがとうございます。ありがとうございます。またじゃあトバログも頑張って更新していきますんで、ぜひチャンネル登録とか見ていってもらえると嬉しいです。あとこんな動画を作ってほしいみたいなのがあったらコメントとかでもいただけると幸いです。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。ナンバッチもバイバイしてあざます。こんな感じでしょうかね。ありがとうございました。いやすごいためになったわ